今日はスコップレアチーズケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、スコップレアチーズケーキを作っていきたいと思います。以前ね、私のチャンネルでも何回かね、レアチーズケーキをご紹介しているんですが、今回はですね、ゼラチンを使わずに作れるレシピをご紹介していきます。こちら混ぜて冷やすだけなのですごく簡単です。ケーキ型とかも使わないので手軽に作れると思います。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。クリームチーズ、生クリーム、ヨーグルト、グラニュー糖、レモン汁、ビスケット、無塩バター、こちらの材料でレアチーズケーキを作っていきます。通常ね、レアチーズケーキを作るときは粉ゼラチンを使うんですが、今回はね、粉ゼラチンを使わずに作れるレシピをご紹介していきます。生クリームに関しましては動物性の乳脂肪分が 35% のものを使用していきます。こちらはお好みのものを使用してください。そして糖類に関しましては、こちらはグラニュー糖を使います。この糖類はお好みのものを使用していただいて OK です。バターはね、必ず無塩バターを使用するようにしてください。ビスケットに関しましては、今回こちらチョイスというビスケットを使っていきます。このビスケットもね、お好みのものを使用していただいて OK です。そして今回はですね、いちごソースも一緒に作っていきます。材料はこちらです。冷凍いちご、グラニュー糖、お水、レモン汁、こちらの材料を使って作っていきます。今回はね、冷凍のいちごを使いますが、こちら冷凍のブルーベリーだったりお好みの冷凍フルーツで作っていただいて OK です。糖類に関しましても、こちらもお好みのものを使用してください。そして今回はこちらの透明のガラス容器を使っていきます。この容器に関しましてはお好みのものを使用していただいて OK です。プリンカップとか、あとはココットなどね、小分けで作っていただいてもいいかなと思います。ちなみにこちらの容器に関しましては、大きさが約18センチ ×13 センチ、そして高さが約 5.5 センチの容器を使っていきます。こちらはね、目安にしてみてください。ということで早速作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。まずはじめにね、下に敷くビスケット生地を作ります。こちらバターを溶かしバターにしてください。電子レンジ 600W で30秒加熱していきます。はい、30秒加熱しました。そしたらね、塊がなくなるまでしっかり混ぜて溶かしてください。もしね、30秒で溶けきれない時はプラス10秒加熱してみてください。バターの準備はこれで OK です。それではね、使う容器を準備してください。この中にビスケットを入れます。もしね、小さいプリンカップなどで作る場合は、ジップ袋などにビスケットを入れて砕いてください。今回はこの中の状態でやっていきます。そしたらこちら綿棒などで細かく砕きます。ちょっとね、ビスケットのザクザク感を楽しみたい時は粗めに砕いていただいても OK です。ちなみにね、チョイスのビスケットは枚数でいうと今回ね、8枚使ってます。はい、このぐらいかな。少しいつもよりね、ちょっと粗めにね、砕いてます。砕き具合はね、お好みで調整してください。そしたらここにね、溶かしバターを回しかけます。そしてね、全体になじませてください。全体がね、しっとりしたら均一になるようにね、広げましょう。ビスケット生地はね、このように敷き詰めておいてください。そしたらこちらをね、使うまで冷蔵庫で冷やしておきましょう。それでは続いてレアチーズケーキ部分を作っていきます。まずこちらクリームチーズですね。今このクリームチーズは冷蔵庫から出して10分ぐらい経ったものになります。この後ね、滑らかになるまで練っていくんですが、まだちょっと硬いので少し電子レンジで加熱します。常温に戻した状態で使う場合はこの工程を省いていただいて OK です。それではこちらを電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、30秒加熱しました。そしたらゴムベラで一度練ってください。滑らかになるまで練りましょう。はい、このようにね、滑らかなクリーム状になれば OK です。
です。そしたら続いてここにグラニュー糖と、あとはこちらプレーンヨーグルトですね。こちら水切りしなくて OK です。これを入れます。そしてこちらをよく混ぜます。一度全体をなじませてください。このように馴染んだら、今度はね、泡立て器に持ち替えてすり混ぜましょう。グラニュー糖のシャリッという感じがなくなるまでしっかりね、混ぜてください。はい、OK です。これでね、綺麗に滑らかになってれば OK です。もしね、クリームチーズのダマが気になる場合は、一度こしていただくと滑らかになります。今回はね、綺麗に滑らかになったので、このまま使用していきます。そしたらこちらはね、このまま一度置いておきましょう。それでは続いて生クリームを泡立てていきます。まず別のボウルに氷水を作って、そしてボウルを氷水に当ててください。そうするとね、泡立ちが良くなります。そしてさらにですね、ここにレモン汁を加えてください。レモン汁を加えていただくと泡立ちがねすごく早くなります。じゃあこちら入れます。なのでレモン汁入れる場合はね、手動のホイッパーでやっていただいてもね簡単にできると思います。そしたらこちらをハンドミキサーの高速で少し固めになるまでね泡立てていきます。ただね、あんまり泡立てすぎると動物性の生クリームの場合は分離してしまうことがあるので、泡立てすぎには注意してください。それでは泡立てていきます。もうね、今ねスッと5秒ぐらい泡立てただけなのに、レモン汁を入れるとねもうすでにこう角が立つぐらいまで固まってきます。では泡立てます。はい、OK です。今ねだいたい1分ぐらいでね、もうしっかりこのように固めに泡立ちました。このようにねしっかり固めになるまで泡立ててください。そしたら先ほどのねクリームチーズと合わせていきます。この生クリームをね一度にこのクリームチーズの方に入れてしまうとなかなか綺麗に混ざり合わないので、まず最初に生クリームの方にこのクリームチーズ生地を少し入れます。だいたい3分の1ぐらい入れてください。そしてまずねこの生クリームを緩めていきます。こうするとねすごく綺麗に混ざり合っていきます。また加えましょう。そして混ぜます。ふんわりね混ぜてください。はい、そして大体混ざったらこちら戻し入れます。こうしていただくとね混ぜムラがなく綺麗に仕上がります。そしてふんわり混ぜてください。はい、このようにねしっかり混ざれば OK です。そしたらね容器に入れていきます。それではねこの冷やしておいた容器の中に生地を入れましょう。はい、そして全体をならします。はい、これで OK です。そしたらここにラップをして、そしてこのまま冷蔵庫で2時間しっかり冷やしてください。それではね冷やしている間にソースをね作っていきたいと思います。まず耐熱のボウルに冷凍いちごを入れてください。そしてここにグラニュー糖、あとはお水、そしてレモン汁を入れます。これを一度混ぜましょう。ざっくりで大丈夫です。こんな感じで混ぜてください。そしたらここにふんわりラップをかけます。そして1箇所ね空気の出入り口を作っておきましょう。それではこちらを電子レンジ 600W で2分加熱してください。途中でねもし吹きこぼれそうになった時は一度扉を開けて少し置いてからねまた加熱してください。はい、2分加熱しました。ラップを外します。外したらですね一度こちらのいちごをマッシャーまたはフォークなどで潰してください。そしてよく混ぜましょう。よく混ぜたら続いてこちらの水分を飛ばしながら加熱していきます。ラップを外した状態で電子レンジ 600W で2分加熱してください。はい、2分加熱しました。そうするとねこの縁の部分にちょっとアクっぽいものがついてくるので、こちら一度ね取りましょう。こんな感じです。だいたい取れたらもう一度よく混ぜます。はい、で先ほどよりもね少しとろみがついてきた感じになります。そしたら最後仕上げですね。電子レンジ 600W で1分加熱していきます。加熱している最中は先ほどもそうなんですがボウルからねソースが溢れ出てしまう時があります。なのでよくね様子を見ながら加熱するようにしてください。はい、1分加熱しました。そしたらねもう一度よく混ぜてください。
はい、このぐらいのねちょっととろみがつくぐらいで OK です。冷めるとねもう少しとろみがついてくるので、お好みのとろみ具合の手前ぐらいでね仕上げていただくとちょうどよくなると思います。そしたらこちらはこのままね粗熱を取って冷ましましょう。はい、2時間経ちました。ラップを外します。ちょっとね画面上ではあんまり伝わらないかもしれないんですが、しっかりね冷やし固まってます。先ほどねとろーっとしてたんですが、このように固まって仕上がってます。こんな感じです。あとはねお好みですくって召し上がってください。これで完成です。はい、これでスコップレアチーズケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後分量外ですが、こちらトッピングで粉糖を散らしてます。こちらはお好みでやってみてください。ではねすくいたいと思います。はい、このようにとても滑らかで美味しそうな仕上がりになってます。食感はねふわふわ食感に仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ふわふわです。ではいただきます。美味しい。レアチーズの味付けがバッチリですね。そしてこのビスケットのバランスが最高です。食感もねすっごくふわふわです。それでは続いていちごソースをつけていただきたいと思います。いただきます。いちごの酸味が効いててまたすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のスコップレアチーズケーキのポイントです。まずですね、今回はこのようなね四角いガラスの容器に入れました。こちらをですねプリンカップのようなね小さめのカップに小分けでね作っていただいても OK です。お好みの容器で作ってみてください。そして今回はですねゼラチンを使わないレシピをご紹介しました。こちらは生クリームをしっかり泡立てて混ぜることでゼラチンなしでも全体が固まってとてもふわっとした食感を楽しむことができます。そして作る時のポイントなんですが、まずはじめにビスケットをそこに敷いて、そしてバターを染み込ませてください。そしてその後レアチーズケーキの生地なんですが、こちらはクリームチーズをまずはじめに滑らかになるまでしっかり混ぜるようにしてください。冷蔵庫からね出して冷たいクリームチーズに関しましては、今回のように電子レンジで少し加熱して柔らかい状態にしてから混ぜてみてください。そしてその後レモン汁と生クリーム以外の材料を加えてしっかりすり混ぜてください。そして生クリームを泡立てる時なんですが、今回レモン汁を加えて泡立てました。生クリームはですねレモン汁を加えていただくとすごく泡立ちが良くなるので、今回私はねハンドミキサーを使ってるんですが、手動のホイッパーでもね楽にね泡立てることができると思います。ぜひやってみてください。そしてこちらの生クリームは先ほども言ったんですが、しっかり固めに泡立てるようにしてください。そうすることでゼラチンなしでもねきちんと固まってくれて、かつとてもふわっとした仕上がりになります。そしてクリームチーズと生クリームを合わせる時なんですが、クリームチーズの柔らかい生地の方に一度に生クリームを入れてしまうと混ぜムラがねできたり、生クリームの塊がなかなか取れなかったりするので、まず生クリームの方に柔らかいクリームチーズの生地を少し入れて、そして少しずつなじませてみてください。そうすると綺麗に混ざると思います。あとは容器に入れて冷蔵庫で2時間しっかり冷やし固めてください。そして今回ですね一緒にいちごソースもご紹介しました。こちらもですねすごく簡単なのでぜひ合わせてやってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はスコップレアチーズケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。